普通の編み地とジグザグ編みとの接続方法について解説します。普通の編み地からジグザグ編みを編み出す方法と、ジグザグ編みから普通の編み地を編み出す方法の2つです。これを覚えたら、既存の作品にジグザグ編みを追加することが可能になります。例えば、ミトンの手首部分をジグザグ編みにするなど。かぎ針編みだから伸縮性はつけられないと諦めていた多くのポイントでジグザグ編みが活用できるでしょう。普通の編み地部分の最大円周が36目のニット棒を例に説明します。もっと大きなものを編む場合でも基本的な考え方は同じです。なお編み目記号としてジグザグ編みを次のように斜めの線で表すことにします。まずは半球を先に編んで、そこからジグザグ編みを編み出す場合。前回の動画で目数と伸縮性の関係について解説しましたが、この36目にフィットするジグザグ編みの目数は1倍から2倍の間になります。1倍というのは、細編みの頭から半目一つを交互に拾っていく増やし目のない形で、2倍というのは、細編みの頭から両方の半目を拾う。つまり、すべての目で増やし目をするという形です。その中間の数として、例えば次のようなパターンが考えられます。3目に1回増やし目を混ぜれば 1.33 倍になります。3目に2回増やし目を混ぜれば 1.66 倍ですね。これ以外にも様々な数が考えられますが、今回は3目に1回増やすパターンで実際に編んでみましょう。細編み部分の最後で引き抜き編みをして、立ち上がりの鎖編みを1目。ここからジグザグ編みです。最初の1目は向こう側。次の1目は手前側。次で増やし目をします。まず向こう半目を拾ってジグザグ編み。同じ細編みの残された手前半目を拾ってジグザグ編み。というのを繰り返します。この針の入れ方は基本の編み方で解説した増やし目のやり方と同じですね。ジグザグ編みで1段編み終わり、1周48目になりました。微調整が必要なら、ここからさらに増やし目か減らし目をします。次にジグザグ編みから普通の編み地を編み出す場合を解説します。ここでは先ほどとは逆に、はじめにジグザグ編みを48目編んでおいて、それを普通の編み地36目に減らす場合をやってみましょう。ジグザグの目を拾って1目、2目と普通に細編みを編みます。3、4目にまとめて針を入れて減らし目します。この針の入れ方は基本の編み方で解説した減らし目のやり方と同じですね。これを繰り返します。
1段編み終わって36目に。ここから先は普通に編めば OK です。目数の調整については、ジグザグ編みから普通の編み地へと移る場合の方が簡単です。減らし目を何個にするかということだけ考えればいいからです。一方、普通の編み地からジグザグ編みへと移る場合は、1段の目数を偶数にするという点に気をつけましょう。そうしないとジグザグ構造がスムーズにつながらないからですね。もっとも奇数の場合でも、最後だけ増やし目をしない、あるいは1回多くするという形で辻褄を合わせることができるので、そこまで難しく考えなくても大丈夫です。増やし目減らし目を一定の割合で混ぜることで目数を調整するというのが今回のポイントでした。これでジグザグ編みの基礎は完了です。次からはさらに一歩進んだテクニックについて解説していきます。ご視聴ありがとうございました。